これが一つですね。それともう一つはですね、私は馬橋教会の牧師だったんですけども、ナンバー2ね、新井先生の時。で、その前に、福音派の教会に行ってたんですね。で、カリスマ問題があって、結局そこを出ないといけない形になってですね、当初、馬橋教会に行ったんですね。で、行きたかったから。ね。ただ、入会は無理であろうと。こういうふうに感じたんですね。それで、どうしたのかっていうと、どうして育ったのかっていうとですね、我々、カリスマ問題に日本のキリスト教会で大騒動を起こしたので、まず受け取らないだろうと感じて、でリーダー的な役割を取っていた人は、馬橋教会に展開を要請したら断れちゃったんですね。当然私も断られるだろうと。こういうふうに思ったんですが、教会に行きたかったので、まず教会に行ったんですね。そしてね、行ってみて帰ろうと思いました。そしたらね、次の週ね、予言の説教をするって言ったんですね。で、私はカリスマになったばっかでね、そういうことはよく知らなかったので、じゃあね、次の週聞いて出ようと思ったんですね。どうせ受け入れてくれないだろうから。で、次の週ね、予言の説教を聞いて、じゃあこれで、さよならかなと思ったんですね。そしたら、来週威厳の説教をするって言ったんですね。それもよく知らなかったので、じゃあ聞いてやろうと思ってですね、一瞬待ったんですね。で、威厳の説教を聞いてですね、そしてですね、来週からはこういう系統の説教しませんとかなんか、新井先生おっしゃったんですね。じゃあね、聞いてね、満足していい説教だなと思ってですね、それじゃあね、出ようと思ったんですね。それじゃあね、名残惜しいの。玄関から出ていこうとすると、なんとなくね、引っ張る力を感じるわけですよ。だ出ていこうとして戻って、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 そんな感じだったんですね。それ決心してね、じゃあ出ていこうと思って玄関まで行ったんですね。そしたらね、そこにね、新井先生が通った。通った瞬間に私に言ったんですね。今日の夜の伝道会の司会をやってくださいって。で、私は何でもね、はいっていう癖なんですね。で、私ね、はいとかなんか言っちゃったんですよ。で、新井先生はバーって通り過ぎてって言ったんですね。で、私その瞬間、しまったと思いました。なぜしまったと思ったのかって、私ね、今日で終わりのはずだったんだ。もちろん行きたかったんですけどね、受け入れてくれないだろうと思ってましたね。そしたらね、役割を果たすことになっちゃったの。で、無視して帰っちゃおうかなと思ったんですが、クリスチャンとしてそんなこともできないと思ってですね、じゃあ夜の伝道集会の司会をやってですね、そして帰っちゃおうと。こう思ったんですね。で、夜の伝道集会の司会やったんですね。そしたらね、係の人が来て言うんです、私にね。反省会に出てくださいって。で、私ね、入っていく癖があるから、入って行っちゃったんだ。で、しまったーと思ったんですよね。で、私、これ、さよならのつもりだったのに、反省会で出ないといけないと思ってて、じゃあ出て、ね、そのまま行っちゃおうと思ってですね、反省会出たんですね。それではクリスチャンは何でも褒めますから、いい説教でしたとかなんか、いい説教だね、いい司会でしたとかなんか言ってですね、みんな褒めてくださるんですよね。それ斜めに聞きながらですね、さあ出ようと思ったら来週もやってくださいとかなんか言ってですね、で、来週もやることになっちゃったんですね。で、その時にね、主をあがみました後になってね、私は馬橋教会に導かれていたと。御心のトライをその時間違ってたっていうのは断られちゃったから、私も断られるかと思ったで、私はね、逆だったんですね。なぜ馬橋教会に転換しないって言われちゃったの。具体的にですね。そこが導きだったんですね。で、私そこに、それで移動したんですね。そして、馬橋教会の場合ね、私進学生として移動したんですが、自分のところの進学生っていつもいるんですね。馬橋教会の人は優先なんです。
他教会優先じゃないんですね。ところがね、その時ね、ママシ教会の進学生、男子の進学生いなかったんだ。で、私ね、持ち入れちゃったんですよ。いないから。そしてね、副牧師がね、ちょっといたんですけど、私の2年、3年、4年の時はもういない。そしたらね、私ね、副牧師の役割果たしちゃったんですね。つまりね、新井先生のいない時は説教するっていう、とんでもないことになってきたんですね、具体的にですね。そしてね、そのままね、牧師になっちゃった。で、普通のパターンじゃないんですね。そしたらですね、その時うちの母親が私に言ったんですね。あなたはうまいことやったわね。大教会の副牧師になっちゃったわけだからね。いや、そうじゃなくて、私はそういうふうに導かれて、主の助けを感じたのですね。しかしね、こうママシ教会に入る前に、ちょっと大失敗をしてるんですね。間違った選択をした。それは進学校の方から言われたんですね。教会出てったでしょ。教会席ないわけですね。で、ママチには断られると最初から思ってるから、まだ入ってないわけですね。そしたらですね、教会席入れろって進学校の方からすごい圧力を受けたんですね。それでリーダーの人がね、関西の方の教会に入ったんですね。で、またね、私入れてくれるって言ったんですね。でもこっち、教会席入れろ入れろって言われて、そしてですね、すごく追い詰められてましたのでね、まあ、とりあえず入れてもらおうかと思ったんですね。そして祈ったらですね、行けとは言わないんですよ、主が。で、祈ったんですね、行けとは言わないんですね。祈ったんですね、行けとは言わないんですね。そこのところ、岡間牧師はね、ちゃんとしてましたね。示されないから入らないって言ってましたね。で、私はね、当然こうなんだろうけど、行けと言われないわけですよね。ただね、話ばっかがどんどん進んじゃったんですね。で、こういうことになりました。それは何かっていうとね、日曜日に大阪に来て、そしてね、教会員総会をするから、そこで受け入れるかどうか決めるってことになっちゃったんですね。つまりね、私のために受け入れる教会総会を日曜日にわざわざしてくださるということになっちゃった。で、私どうせそこだろうと思ったからね、そのつもりで行ったんですけど、もうね、教会に行ったら教会の人たちが言うわけですよ。なんて言うのかっていうとね、今日から教会員ですね、よろしくお願いしますとかなんか言うわけですよ。でも確認がない。でもまあ、いいかと思ってね、多分そうだからと思ってですね、やってたんですね。そしたらね、礼拝が始まってね、聖霊に言われたんですよね。ここじゃないって。ママシだったんですね。私ね、神様今更言ってくれるなと。だって私の入会のために教会員総会を開くってことになっちゃったじゃないですかね。でみんなも喜んで見てるわけですよね。で私の原因でこうなっちゃったと。で、今更ね、御心でなかったって言えないって。そして物事が全て進んじゃったんですね。それ言われたんですね。教会員総会が始まっちゃってですね、あなたはこの教会に、展開したいんですかってね、もうその時点では展開したくない。どうしてそうなのかって主に示されたから。でもね、もうその中じゃね、もしそこで断ったらね、なんていう人だってことないじゃないですかね。私ね、もう負けちゃったんですよね。それでね、あーって言っちゃったんです。それでね、その教会に入ることになったんですね。そしてね、帰りの電車の中で惨憺たる思いでした。何かっていうとね、御心と違う選択をしてしまった。これは問題が起こるぞ、とこう思ったんですね。そしたらね、異端にその教会がなったわけじゃなくてね、極端になっちゃったね。本を読むと人間的な施策にやられるとか、それからね、威厳を語らないと救われてないとか始まったんですね。で、それは妥当ではないから、神学的に言ってね、信じれば救われるわけで。で、それに対してちょっとぶつかっていったんですね。そしてね、神学的にちょっとずれてきてるなと
まあ私から見てね。で、それでね、移動するっていうね、そういう連絡を取りました。そしたらね、あなたの救いに関することだから早く大阪に来なさいって言われてですね、そこに行くことになったんですね。まあそこは予言をいっぱいやってたから、多分ね、予言を通していろいろね、めちゃくちゃ言われるなと思ったんですね。まあ、吟味しないといけないからね、具体的にですね。行ったらね、岡本牧師と囲まれて祈られちゃって、予言を通してね、いろいろ、この教会でたら大変なことになるとかね、いろいろ言われたんですね。そしてね、悪霊追い出しになっちゃってね、悪霊出てけとかなんか言ってね、で、こっちも岡本牧師もね、合わせちゃって、一緒に悪霊出てけとかなんか言っててね、やってたんですね。で、その時思ったんですね。ああ、これはね、刈り取りをしちゃってるなって。やっぱり私はね、主の御心でないことを選んだことの刈り取りをしてしまってるなと。御心を選ぶときに、主の怪我が開かれますよね。ですから、どんどん御心を進んでください。しかし、そうでないときにはね、はっきりと確認を取るまで、しっかりと見ておくということね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。